ハローハローハロー、肉料チャンネルのニックとりょうです。で、今回はザ・ワスコーンでアフタヌーンティー編です。はい、スタート。はい、お気づきだと思いますけれども、私たちは2人ともエプロンの姿してるので、ということは、今回はクッキングビデオです。動画まあいいよということです。肉が切ってるやつは、スターベーカーって書いてあるんだけど、多分見えないと思うんだけど、でこれは僕は最近菓子作りとかベーキングとか結構頻繁にやってるんだけど、それ毎回ファミリーチャットに送ってるんで、スターベーカーって書いてあるんで、じゃあ肉に送ろうと。っていうことはお母さんが送ってくれたの、超かわいいスターベーカー。だから自分もまさかスターベーカー賞を受賞したような気持ちになります。イギリスのThe Great British Bake Off っていうクッキング番組あるんだけど、今ものすごく人気でシーズン化してるよね。もう多分10、11ぐらいあると思うんだけど、でも僕らももちろん超ハマってるんだけど、実はその審査員のポールさんっていう人なんだけど、今その日本の和食っていうか日本の食を味わうために日本に行って、でその日本の美味しさを発見っていう番組あるんだけど、私たちは超もうそこでもうすごいもうピンからキリまでB 級グルメからさ、すごい高いご飯までもうソウルフードからポールさんが味わってるんだけど、それを見てもう超食べてみたいななって、その中で一番ちょっと自分の中で気になったのがあんこのアンパン。アンパンもう小豆とかさ、もちろん日本に行けばコンビニストアでアンパン買えんじゃん。だけどこっちそういう気軽さないからさ。そうだよね。でそれを見て思ってたら、と思って、そういえば小豆あんじゃんみたいな、うちに。それはもう前に買って作ろうとしたんだけど、長時間かかんじゃんみたいな思ったから作んなくて、でも今回は時間があるから作ろうみたいな。暇つぶしでもう作ってあって、それは、でもどうしようと思って、それに何か合うかなみたいな話してて、でニックもさ、そういうふうにいろいろ作ってるから、じゃあイギリスの食べ物に合うやつありそうだなみたいな思って、じゃあスコーンあんじゃんみたいな。そうだね。でそれで最近うちらはもちろんブレイクファーストティーも飲むんだけど、日本のお茶もね飲んでて、ほうじ茶にもちょっとハマってて、じゃあほうじ茶スコーンはどうよみたいな。多分ほうじ茶スコーンプラスあんこプラスクロステッドクリームがあるから、普通だったらスコーンにクロステッドクリームにいちごジャムってなんてんだけど、ちょっともう日本とこのイギリスをちょっとコラボレーションしてやったら絶対美味しいっていう確信がちょっとあって、だから今回ちょっとそれをやろうみたいな話になったんだよね。そのほうじ茶を抽出してエキスを、あとそのほうじ茶の葉っぱとかも一緒に混ぜて、黒の生地にね、でそれで焼き上がったものにクロステッドクリーム、または生クリームをベースにちょっと上にあんこを乗っけてほうじ茶といただいてみようかなという。エクスペリメント。そうだね。フュージョンですね。フュージョンエクスペリメントということなんで、美味しいと思うけど、じゃあでもスコーンはさ、ニック最近作ってて、すごい簡単だなみたいな。そのこの前初めて作ったんだけど、でその実際に作る前にスコーンってものすごい時間かかりそうだなと勝手にそういうイメージあったんだけど、もう本当にあっという間に終わって、量が「もう終わったの？」みたいな「そうだよ、もう出来上がるよ」って感じで、30分ぐらいで作った。そうだね、30分ぐらいかな。でこんなに簡単に作れるんだったらさ、普通にもうどんどん作っていけばいいんじゃないかなって買うより、だからお願いしたもんね。2回目、もう今回3回目ぐらい。そうだね。こんな簡単に作れるんだったら食べたいみたいな。だからそうだね、朝ちょっとお茶とスコーンでちょっと素敵なね、朝食べないおだったりしたし、いいよね。だからそういうことで、じゃあ作ってみますかね。作りましょう。それではじゃあ行きましょう。
はいできました。めっちゃ美味しそうじゃね、めっちゃ美味しそうね。ちょっと和風って感じちょっと今回はこだわったから入れ物も可愛いですね。ね、ちょっとほうじ茶とじゃあいただけるようにほうじ茶美味しい美味しい。なんかやっぱうんブレックファーストティーと全然違ううんね。どうじゃあぞ先に食べてください。ますまあさっき言いましたけれどもさ、そうこうやってすごい簡単簡単。ちょっと見てもらうで、あ、これがクロティッドクリーム。クリームと、まあ、粒あん、うん僕が作った粒あんうん。ですで、じゃあ蓋して蓋して食べる。ちょっと大きいかちょっと大きいかも。な。ちょっとじゃあ蓋したんだけど、ちょっとごめん食べたちょっと口ががそんな開かないからさ。ね。いただきます。ね、どうぞ。でもやっぱりなんかそのすごい作るの簡単だし、まあ調理時間は多分15分ぐらいかな。本当にもうすぐ作れるし、ね、生地作りは多分20分ぐらいできるから、だから1時間以内に作れるっていうことだから、まあすごいまあちゃちゃっと作れるっていうどう味。めっちゃ美味しいです。あ、そう。もうなんかほんのりほうじ茶の匂いもするし、する。なんかもう相性抜群、あんこともう本当にこのクロテッドクリームもうさ、まあそれはイギリスのだけど、なんかそれの相性もすごいいいし、多分これ多分クロテッドクリームは多分日本でちょっと手に入らないかもしれないけど、なんかその代わりになんか生クリームとかでも全然合うと思う。本当にこれ超美味しい。なんか申し訳ないけど、イギリスのその本場のスコーンよりも全然美味しいです。申し訳ないけど、まあ日本人だから。なんだろう。ごめん、日本人だから日本人の味が好き。さっき言ったんだけどさ、やっぱその、まあザ・イギリススコーンを作るときは、まあ大体そのクロテッドクリームと、まあいちごジャムで、ジャムは結構なんか砂糖入ってんじゃん。だからかなり甘くて、もう砂糖って感じじゃない。でもなんかこの小豆、なんかあんこはすごくなんか微糖っていうか、本当にもう甘さが控えめでっていう感じだから、もうさすがに日本和食みたいな感じだよね。もうそう、なんか実際なんかあんこ作るときになんか大体砂糖を入れるんだけど、なんかあんまり砂糖が好きじゃなくて、そのなんかあんまり好きじゃなくて、それでなんかその代わりになんか蜂蜜を入れて作って、であと通常のレシピよりもちょっと控えめのあんこに甘さにしたから、それもなんか良かったかなみたいな。なんかもともとスコーンにもちょっと砂糖入ってるでしょ。100g ぐらい。だからちょっと甘さがあるのを知ってたし、まあだからきっとちょうどいいんじゃないかなって思って。だけどもう超美味しい。ちょうどいいね。僕はもう。ニックはどう？僕好き。なんか初めてこんななんだろう、スコーンとクロテッドクリームとあんこって初めて食べたんだけど、でも実は僕は富山県に住んだ時は、そのご近所のインド料理屋さんだったの。そこであんこナンを売ってたの。ナンの中にあんこが入ってて、超美味しかった。それなんかよくデザートとして食べててすごい美味しかったの。だからまあスコーンでもそうだね。なんか本当にもう控えめっていう、もうそうだね。素晴らしい。確かにね。なんかあとやっぱさ、なんかさっき今インドも言ってたけどさ、なんかインドもそのイギリスのやつもさ、なんかイギリスはスコーン、なんかそれが本場じゃん。インドもナンが本場じゃん。まあいいベースがまた新たに美味しさ発見みたいな。だからすげえなんかちょっと正解だったなと思って、ちょっとやってみたらどうかなみたいなさ話してたから、まあ大成功ですね。マジでもう超食べた。8個作ってたらね、普通に食べれちゃう。だから恐ろしい。ご飯が決まったっていうことだからさ、ね、楽しみ。超美味しい。でもよかった。まあね、まあこれからもこの LGBTQ 関係のことや、あとイギリス関係、あとイギリス日本フュージョン関係、もしかしたらこれから紹介していくと思いますので、まあぜひ見てください。楽しみにしてください。じゃあそれではチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまた次回でバイバイ。